皆さんこんにちは。台湾修学旅行アカデミー by SNET 台湾チャンネルです。 MC 中松美和子です。台湾修学旅行アカデミーは台湾研究者をお招きして台湾について学ぶ SNET 台湾プロデュースの YouTube 番組です。第1回目の今日は東京大学の松田康弘先生をお迎えして台湾とは何かについて基礎から教えていただきます。松田先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は生徒として市松さんが来てくださっています。市松さん、お願いいたします。よろしくお願いします。市松さんから先生に聞いてみたいことがあるとのことですが、松田先生に質問したいことがあるんですけれど、学校の社会の時間で、台湾は国ではないと先生がおっしゃっていたんですが、本当に国ではないのでしょうか？それはね、すごくいい質問なんですね。ではですね、台湾にはもう一つ呼び名があるんですけど、知っていますか？中華民国という名前だった気がします。あ、これは国の名前ですね。そうなんですよ。台湾にはね、2つの呼び名があって、それぞれが違う意味なんです。で、それが分かると台湾のことを深く理解することができるようになるんですよ。台湾とは地域の名前なんです。台湾の位置は中国大陸の東南、北東アジアの西南、東南アジアの北東にあるんですね。で、沖縄よりもちょっと南西にある島です。大きさは九州と同じぐらいですね。そこに2300万人の人が住んでいます。これで市松さんもイメージできますよね。では、中華民国ってどんな国ですか？中華民国は中華人民共和国が1949年にできる前の国名じゃなかったでしたっけ？その通りなんです。今の中国の一つ前の名前ですよね。それが今の台湾の国名としての正式名称なんです。というのは、歴史を見ると、国というのは戦争に勝ったら領土が増えたり、負けたら減ったりしますよね。日本地図だって今は本州、四国、九州、北海道の4つの大きな島が中心ですけれども、戦前の日本は名前も違いましたね。大日本帝国という名前で、台湾と朝鮮半島を含んだ国土だったんですね。戦争に負けて日本は小さくなったんです。なるほど。中華民国も小さくなったということですか？そういうことなんです。日本が1895年に日清戦争に勝って、割譲と言いますね。割って譲るというんですけど、割譲と言いますけれども、下関条約を結んで、そして割譲を受けて日本の領土になったところが台湾なんですよ。で、日本は台湾を約50年間植民地支配しました。そして1945年、50年経って日本が戦争で負けたことで、当時の中華民国政府が日本から接収したのが台湾なんです。ですから中華民国は台湾を統治範囲に収めました。でもたった4年で中国共産党との内戦に負けて、中国大陸全土を失って、その中央政府が台湾に逃げ込んだんです。その結果、中華民国の支配地域と台湾地域がほとんど一致しちゃったんですね。なるほど。じゃあ台湾は中華民国と同じなんですね。それがね、領土上はちょっとずれてるんですよ。例えば金門島とか馬祖島っていう島の名前を聞いたことがありますか？ありますね。台湾の西側の遠いところにある島ですよね。そうです、そうです。で、実は厳密に言うと金門島と馬祖島っていうのは台湾の一部じゃないんですよ。ね、対岸の中国大陸の福建省という省の島なんですね。それは中華民国政府が台湾に共産党と戦って台湾に撤退するときに、将来中国大陸に攻め返るために守りきった島なんです。で、だからこうやって見ると、ね、台湾の中華民国政府が支配している領域の中に台湾とそれ以外の福建省の一部も入ってるんですよ。とても複雑な歴史ですよね。そうやって小さくなった中華民国と日本は1952年に外交関係を結びました。で、当時の日本はアメリカによる占領から独立したばかりで、
中華民国は周辺国の中で最初に日本が外交関係を結んだ国だったんです。日本は中華民国と戦争して大きな危害を与えたんですよね。よく一番最初に外交関係を結ぶことができたんですね。ちょっと不思議ですけど。それはね、とてもいいポイントなんだよね。戦後の日本はね、周囲に全然友達がいなかった。それはやはり戦争をしたし、植民地支配をしたので、だから少しずつ外交関係を持っていったんだよね。いまだに北朝鮮とは外交関係がないでしょ。ですから少しずつ持っていったんだけれども、その時にですね、実は中華民国側もすごく困っていたの。で、それはなぜかというと、中国大陸の領土、つまり本来なら自分たちが持っていて統治するはずの領土のほとんどをもう失っていたの。で、それなのに大陸反攻といって中国大陸に攻め上ってですね、共産党を倒してもう一回中華民国の名前で中国を統一しようとしていたんだ。これは普通に考えて無理だよね。で、そんなことを期待するよりも、新しくできた中華人民共和国ね、北京に首都があるんだけども、北京が首都なんだけど、その新しくできた中華人民共和国と外交関係を持った方がいいって考える国も少なくなかったわけね。だから、当時の中華民国の総統は蒋介石だったんだけども、蒋介石は日本と戦った時の指導者だよね。蒋介石は中華民国として日本との戦争状態を終わらせて、で賠償権、戦争をやったので戦時賠償っていうのがあるわけだけど、その賠償権の放棄をしてでも日本との外交関係を早く持ちたいというふうに考えたんだ。なぜかというと、日本が中華民国じゃなくて中華人民共和国に行ったらどうしようというふうに思ったんだよね。できるだけ早く日本のような代表的な国と外交関係を持つことで、中華人民共和国に他の国が行かないようにというふうに考えたんだよね。台湾に撤退して小さくなっちゃった中華民国が中国大陸全体を代表して日本に対して戦争の賠償放棄をするなんて、中国大陸にいる中華人民共和国の人は怒っちゃうよね。でそれにかつて日本の一部として日本のために戦争動員された台湾の人たちってたくさんいるんだ。でそういう人たちはいろんな被害を被ったのに、1945年に突然中華民国国民になっちゃったんだよね。それってなんか理不尽な感じがしますね。そうなんだよね。で日本にいる日本人には戦争被害のさまざまな保障や年金などが支払われたケースがあるんだけれども、台湾ではもう外国人になっちゃったから台湾の人たちはそれがもらえないわけです。だからずっと後になってから日本はこれじゃ良くないよねということで特別立法をして、ほんの一部だけ、そういうものに相当するお金を、慰謝料っていうかな、この慰問のような形で支払ったりしてるんだよね。だから日本と台湾の関係だけを見ても、戦争の時代に起こったことに対して、日本の人はね、よく勉強して謙虚な態度を持っておく必要があるんだよね。私自身も19歳の時に台湾で留学したんだけれども、すごい台湾が複雑な歴史を持っていて、しかもそれに日本がすごく深く関わっているのでびっくりしたんだ。でその時やっぱりね、僕は日本人は偉そうにしてちゃいけないなというふうに思いました。そうですね。でも話を元に戻しますけど、日本は、中華民国と外交関係があったんですよね。そうなんです。話を戻しましょう。1952年から72年までの 20年間、日本は小さくなって台湾とほとんど同じ大きさになった中華民国と外交関係があって、首相が台湾を訪問したり、以前佐藤首相っていうね、今の安倍首相の、おじさんに相当するわけだけども、そういう大叔父だよな、大叔父だ、おじいちゃんの弟だからね、佐藤首相が台湾を訪問したり、あるいはですね、ニューヨークにある国連本部で日本の外交官と台湾の、中華民国の外交官が一緒に仕事をしたりと、そういう時代があったんです、ね。それはね、冷戦の影響です。冷戦って学校で習いましたよね。習いましたね。昔ソ連っていう国があって、アメリカと対立していったんですよね。
社会主義でしたっけ？そうなんです。社会主義圏っていうのがあって、アジアではソ連、これは今ではロシアがほとんどそれを受け継いでますけれども、ソ連という国と中華人民共和国、北朝鮮、あとは北ベトナムで、昔は今はベトナムは統一してるけど、昔は朝鮮半島と同じで北ベトナムと南ベトナムで分かれてたんですね。この4つの国が1つのグループだったんです。で、逆のグループがこの資本主義圏ということで、あるいは自由圏というふうに言われていて、アメリカ、日本、韓国、そして台湾だったんですね。ところがアメリカはこのベトナム戦争、北ベトナムと南ベトナムが戦争してたんだけども、南ベトナムを守るためにアメリカが介入したんですね。ところがこれがもう泥沼の戦争になっちゃって、もう疲れ切っちゃったんです、アメリカが。で、ベトナムから手を引きたい。そのためにはどうしたらよいか。敵である北ベトナムを支援していたのが中華人民共和国だった。だから中華人民共和国と仲良くすれば、ベトナムから手を引いて、もうこれ以上アメリカ人がベトナムで死ななくて済むと、そういうふうに考えたんですね。そして当時のニクソン大統領が北京を訪問したんです。ところがこれは台湾から見るとすごい大きな裏切りですよね。今までは台湾にある中華民国を承認してそこと付き合っていて、中国大陸の中華人民共和国は敵だったわけですから。ところがアメリカが態度を変えたことで、世界って変わるんです。世界の雰囲気がガラリと変わりました。で、中華民国はそのせいで1971年に、国連での、中国の代表権を失ってしまって、でそれ以降は中華人民共和国が国連の代表権を取りました。中国代表になったわけであります。で、日本は1972年に田中角栄首相が北京を訪問して周恩来首相と握手をしてですね、日中国交正常化をしました。このあたりは学校で習ったかなというふうに思いますね。でもその裏で何が起こったかというと、日中の国交正常化ということは、日本と台湾にある中華民国は外交関係がなくなる、断交をするということになります。ですからそれから48年ぐらい日本と台湾には外交関係がないんですね。ようやく分かってきた感じがします。日本人は、観光旅行や修学旅行でもたくさん台湾に行っていますし、台湾の友達もよく遊びに来ています。それなのに外交関係がないなんて信じられなかったですね。でも国連から出てしまって日本と外交関係がなくなったら国ではなくなってしまうのではないでしょうか。それまでは国だったんですか？なかなかね、それはなかなか鋭い質問なんだよね。そこが実は難しいところなんだ。で、白黒簡単につけられないんだよね。ある国が、ある人たちが自分のこのね、領土と国民、これを持って自分がこれは国だというふうに主張しても、周りがそれを承認するかどうかっていうのがとても重要なんだよね。国際法といってね、国内法じゃない、国際法、国の外の関係をいろいろ決めている法律の体系があるんだけど、その国際法によると、多くの国が承認していないと国家としては認められないということになってるんだよね。で、ところが、国家として中華民国を認めている国っていうのはまだあって15カ国ぐらいあるんだけど、そうした国にとっては今でも中華民国は国家なんだよね。でも大部分の国、世界で今200ぐらいの国があるんだけども、大部分の国にとっては彼らが中華人民共和国を認めてるんで、中華民国は国じゃないということになる。でもね、国家は外交承認だけで存在しているわけではないんだよね。それだけが決定権があるというわけではないんですよ。で、市松さんは中学校で国家の3要素っていうのを習ったと思うんだけれども、覚えてるかな？国家の3要素って何ですか？領土と国民と主権だとなりましたね。そうそう、さすがですね。で、例えば、領土だけども、台湾にある中華民国政府は中華民国の名前でその台湾を中心とした領土を排他的に支配してるんですね。で、この排他的というのは他の国に邪魔させないということです。もう自分たちだけでやる。で、国民も、中華民国の国民という形で、パスポートも発行しているし、国民健康保険証も出しているし、いろんなものを出して国民として管理していて、感覚としては日本政府と日本国民の関係とほとんど同じなんだよね。で、主権っていうのがこれちょっと難しい概念なんだけれども、
国内のいろんな物事を決める、ね、国内の政治とか政策に関して外国から支配を受けない。例えば植民地っていうのは外国の支配を受けてるわけだけど、そういう支配を決して受けないで国家として独立を保っていて、で国内政策は最終的には自分の国で決定する。これが主権っていう権利なんだよね。国家としての権利なわけです。でそうやって考えると台湾もそうやってますから、国家としての3つの要素を全部持ってるんだよね。で問題は中華民国の領土っていうけど、いまだにその領土の範囲はね、その1949年以前と同じで、モンゴルを含めた中国大陸全土なんだよね。でもそれっておかしくないですか？もう共産党との内戦に負けて70年近く経っているんですから、放棄しちゃえばいいんじゃないですか。そうなんだよね。もう統治していない領土なんだから放棄しても誰も困らないよね。そういうふうに見えるんだよ。ところがね、それをやったらね、戦争になるって言われてるんだよ。それっておかしくないですか？誰が文句を言うんですか？これはね、中華人民共和国なんです。で中華人民共和国の立場はね、全然台湾と違うんですよ。中華人民共和国は台湾が中華人民共和国の領土の一部分だと強く主張していて、台湾と統一をするのが国家の至上命題なんです。すごく強い目標なんですよ。大きな目標なんですね。だから台湾が大陸の領土を放棄する、ね、台湾だけでやってきますよ、領土を放棄する。で中華民国の国名をやめてなんか台湾という名前にする、あるいは台湾共和国とかなんかそういう名前にしちゃう。そういうふうに国名を切り替えたりしたら、これはね、中華人民共和国にしてみたら絶対に許せない、台湾独立だっていうことになるんです。だからそれに関しては武力を使ってでも阻止するって言ってるんですよ。だから台湾にとってみると、もう現状はとても理不尽でなんか複雑な状態なんだよね。だけれどもその現状を変えられないんですよ。戦争になったら元も子もないからね。で台湾の人にとってみると現状はちょっと不満なんだけれども、ね、なんかモンゴルまで入っちゃってておかしいでしょ、ね、現状は不満なんだけど、悪くもないんだよね。独立戦争をしてまでも変えたいとは思わないんですよ、大部分の人は。例えば1人当たりの所得というのはアメリカドルで2万ドルを超えていて、これは結構な生活水準なんだよね。生活は悪くないですよ。台湾のパスポートはビザなしで渡航できる国とか地域が140以上あって、全体で200ぐらいありますからね。そのうちの140以上だから、行きたいところは大体ビザなしで行けるんですよね、台湾の人は。でこれは中華人民共和国のパスポートの10倍ぐらい多いんだよね。だからすごく便利な。で外交関係がなくても日本や台湾のように人の往来や貿易なんかでとってもいい関係を築くことが可能なんだよね。で何よりも戦争になっちゃったら、戦争に負けたりしたらどうなるかというと、中華人民共和国の一部分になるということになります。で今香港が大変大きな問題になっていますね。中華人民共和国の一部の特別な地域という形で香港が特別な存在であるというふうに言われてるんだけれども、中国本土との関係がうまくいかなくて、そして今は今までそれまで認められていた自由とか、あるいは限定的だけど民主主義というものを全部失いつつあるというのが今の香港の問題ですよね。だからもっと大きな独裁的な国の一部分になってしまうと、今ある、ね、自由とか民主主義を全部失ってしまうかもしれないんだよね。だからそんな戦争になるっていうのをできるだけ避けた方がいい。今のままがちょっと不満なんだけど決して悪くないんだっていう状況なんですよ。やっぱ自由や民主主義っていうのは重要なんですね。そうね、台湾の人たちは1980年代から90年代にかけてね、すごく苦労して民主化したんだよね。でそのことによって例えば総統選挙、総統っていうのは大統領っていう意味なんだけれども、総統の選挙をもう7回もやってるので、自分たちで自分たちの指導者を繰り返し選んでいくっていうことになるとね、もう自らのこの1票で選んでるわけだから。でしかも、ね、投票率もすごく高いんだよね。 70% とか、一番高い時は 80% を超えたりしました。みんなすごく意識が高くて、で自分たちの1票で自分たちの指導者を選んでるんです。そうなってくるとね、
例えば中華人民共和国は台湾は自分の領土だって言ってるんだけれども、中華人民共和国政府が1949年から今まで1秒たりとも台湾を統治したことはないんですよ。そして台湾は台湾の中の人たちが自分たちで自分たちの指導者を総統を選んでいるということですよね。そうすると自然に中国とは別な台湾という名前でくくることのできる独自の政治的な共同体が出来上がってくるんだ。一種のやっぱり国家だよね、これは。だから台湾ではあなたは中国人ですか、台湾人ですか、それとも中国人でもあり台湾人でもあるんですかというそういう世論調査があるんだけど、これなかなか面白くて、日本ではあなたは日本人ですかみたいな世論調査っていうのはあまりないですよね。あんまり聞いたことがないと思います。そういう世論調査が台湾ではあって、で大体これに答える人たちはですね、70% ぐらいが自分を中国人ではありません、台湾人だというふうに答えるんです。昔はね、中国人だという人が多かったんですよ。それは中華民国が長い間、あなたは中国人です、中国人ですという形で教えてきたから。ところが民主化をして台湾だけで選挙をやっていくということ、事実上ね、そういうふうになってくることによって、台湾人としての意識、アイデンティティというんだけれども、台湾人としての意識がどんどん強くなってきたんだよね。だから特にこの傾向は若い人に強くて、だいたい20代の若者だったら 90% 以上の人が自分のことを台湾人だと、そういうふうに答えるようになっているんです。こういった点から見ても、新しい台湾という国家の台湾人という国民がすでに出来上がっているとも言えるんだよね。だから台湾に住む多くの人の感覚としては、中華民国っていうのは台湾のことじゃないのかっていうふうに、それを意味するようになってきてる、ね。だから彼らは台湾は主権の独立した国家であって、ただその名前が中華民国なんだっていう言い方をするんだ。だからそうやって見ると、堅苦しい国際法ではなくて、もうちょっと柔軟な政治学の観点だよね。何が国民なのか、何が国家なのかという、そういうことを政治学という学問で見ていると、実はね、台湾は国家だと見ることもできるんだよね。国ではないけど国でもあるみたいな、そんなことがあるんですか？そうそう。それはどの物差しで測るかで変わるんだ。例えばクジラは哺乳類だっていうふうに学校で習ったよね。でも経済学的に考えると、クジラは魚や貝類と同じで海洋資源だ、そういうふうに言ってもいいんだよね。そこには哺乳類であるかどうかってあんま関係ないんだよね。だから魚でもあるけど魚ではないかもしれないと、魚と同じ、と言ってもいいかもしれないという世界っていうのは実は存在するんだよね。高校までの学習では答えが一つって決まっていることが多いけれども、現実の世界にはいくつも違う答えがあったり、あるいは立場によって答えが違ったりするんだ、ね。例えば中華人民共和国の人は当然のことながら台湾は中華人民共和国の一部分だっていうわけですよ、ね。だけれども台湾の人たちは、いや台湾は自分の、ね、主権独立の国家なんだっていうふうに答えたりする。そうかと思えば、いやいや台湾という国はないんだ、中華民国だって答える人もいる。だから実はね、真実は必ずしも一つじゃないんだよね。そこが面白いところなんだよ。なんて面白いんですね。なんかもっと知りたくなってきました。そう、台湾はね、最高に面白いところなんです。私は台湾の研究を例外の研究と呼んでるんですね。例えば台湾は軍隊を含めて国家としてすごく立派な体裁を整えているのに、国家としてほとんどの国から認められていないんですよ。例外的ですよね。で、日本やアメリカとも外交関係がないでしょ。ところがね、日本やアメリカと外交関係がないのは、例えば北朝鮮もそうだけれども、ね、北朝鮮と台湾全然違いますよね。外交関係がなくても日本とはすごいいい関係があるんですよね。価値観もすごく似ています。で、しかも外交関係がある国よりも時によってはですね、よっぽど関係が良かったりするんですよね。これってすごく例外的な関係なんです。で、この台湾を学ぶことによって今まで気づかなかった日本のこと、日本とアジアとの関係とかに気づかされたりするんですよ。だからこれを機会にね、いろんな先生の話を聞いたり本を読んだりして台湾のことを学んでみてください。この台湾の学びを楽しみにしてくださいね。わかりました。ありがとうございます。台湾にますます行きたくなってきましたね。
松田先生、市松さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。出ます。今日は松田康弘先生をお迎えして、台湾とは何かについて講義していただきました。次回は福田まどか先生をお迎えして、台湾と国際社会について教えていただきます。それでは皆さん、さようなら。